はい、皆さんこんにちは。いつもリリジャパニーズ見ていただいてありがとうございます。今回は、こちらにある通り、ワンピースの漫画たちを持ってきてみました。この間コメントで、ワンピースを使って日本語を勉強したいですっていう風にいただいたので、ちょっと面白そうと思って、早速やってみたいなと思って今、撮影をしています。基本日本語で話すんですけど、字幕もつけてますので、設定 CC っていうボタンから各言語の字幕も出すことできるので、よければそちらもオンにして見てみてください。私、皆さんご存知かわからないんですけど、私ワンピース大好きなんですね。漫画が昔から好きなんですけど、その中でワンピースは一番好きなんですよ。ほんと昔から大好きで、唯一ワンピースの漫画だけ全部家に残してあります。他のね漫画たちは実は引っ越す時に全部売ったり処分しちゃったんですけど、ワンピースだけはどうしても手放したくなかったのでね、ずっと集めてます。で、ちょっとさすがに100巻以上ここに全部は持ってこれないので、適当に最初の方のね、これ1巻この1巻からなんか私が好きな関数をね適当に持ってきました。漫画について深く細かく話すっていうよりかは、なんかワンピースによく出てくる単語とかセリフとか、あとはもう本当にフリートークです。私が好きなワンピースについて、話せればなと思います。なのでワンピース好きな人はもちろんそうですけど、見たことない人にとっても勉強になる内容はあるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回ねコメントをくださった方は、私がライブ配信をしてる時から応援してくださってる方なんですけど、その時もねよくポケモンとかナルトの話で、配信中盛り上がっていたりはしたんですけど、もうずっとね英語で話してたんですけど、最近日本語の勉強を始めたみたいで、そこでねワンピースを使った、日本語の動画見たいっていう風にコメントもらっちゃったんで、でもそれは撮るしかないなと思って、どれだけこういう動画が需要あるかはわからないですけど、普段ねほんと真面目に JLPT-N1、N2 の動画ばっかり出してるんですけど、ほんとフリートークなんでちょっとゆっくりまったり話していきます。ほんとシナリオはなしです。ここにねフィギュアがほんと一部だけ持ってきました。まだまだねあるんですけど、さすがに全部持ってこれないので、この私がね一番お気に入りのはこれなんですけど、これは非売品ですね。売ってないもので、何年前だろうな、ほんと15年ぐらい前かな。ジャンプって皆さんご存知ですかね。ワンピースとかナルトとかスラムダンクとか、そういうのが、全部載ってる漫画、週刊少年ジャンプっていうのがあるんですけど、今はもう買ってないんですけど、昔はそれも買ってて、でそこで応募した人が抽選でもらえるやつでなんと当たったんですよね。すごい。なのでこれは非売品です。皆さんはワンピース読んでますか？そもそもぜひコメントで教えてください。おそらく皆さんはワンピースのアニメを見てるんじゃないかなと思います。私は漫画もアニメも両方見てます。両方ともすごい好きです。やっぱワンピースの漫画って最初の方はそうでもなかったんですけど、今結構細かいですよね。コマが細かくて文字もね細かいので、ちょっと読むの大変だなっていうのはあるんですけど、ほんとね機会があったらぜひ漫画も読んでもらえたらなとは思います。で、一応ネタバレはしないつもりですけど、ちょっともしかしたらね話しちゃう部分あるかもしれないので、これからワンピースをじっくり見ていくぞっていう方は注意してくださいワンピースとはどういう話、ワンピースによく出てくる単語を話していきますね。
じゃあ早速、ワンピースといえば海賊ですよね。海賊、パイレーツですね。一巻では山賊も出てきますよね。山賊、山って書きますよね。ルフィの夢は海賊王になることね。ちなみにこういうワンピース含めて漫画に出てくるフレーズとか単語、日常生活であんまり使わないもの多いです。ね、海賊はたまに使うかな。あとは麦わら、ね、ルフィがかぶってるねストローハット、麦わら帽子で、あとよく出てくるのは仲間っていうワードかな。仲間はみんなわかるかな。あとは麦わらの一味ですよね。この人たちね、麦わらの一味ですけど、まだこれ3人しかいない一巻だから。一味っていうのはギャングらしいですね。ギャング、使わないですね。普段の日本語で一味なんて使わないんですけど、その麦わらのルフィたちの海賊のグループを麦わらの一味っていう風に言いますね。なんで麦わらの一味っていうかというと、本来はルフィ海賊団とかそういう言い方の方が分かりやすいと思うんですけど、この作者ってね、小田栄一郎先生って言うんですけど、小田先生がやっぱりそんなに海賊って悪い人たちじゃないですか。でルフィたちって明らかに悪くないじゃないですか。すごいもうジャンプですから、もう正義の味方なんですよね。はい。なのでやっぱ海賊っぽくないんですよ。ただ、海賊って自由っていうことで、自由はね本当にルフィもそうだしね、みんな自由を追い求めているんですけども、そういう悪いことしたいねっていう海賊ではないので、なので、小田先生が海賊団とかそういう言い方をしないんですよね。なので統一して麦わらの一味っていう風に言われてます。はい。一巻一巻解説していきたいんですけど、ここにあるのはアラバスターですね。アラバスタ編、かっこいいですよね。これつながる？こうだ。こうやったらつながる。皆さんはワンピースで好きなエピソードはありますか？日本語だとエピソードって何々編かな。イーストブルー編とか、このねアラバスタ編とか、あとは最近長いエピソードが終わったワノ国編とか言いますけど、私はねちょっと迷っちゃいますけど、もちろんねアラバスタ編はもう最高ですよね。アラバスタ編も大好きだし、あとは私はやっぱりこのねウォーターセブンからの、ロビンをね助けに行くその CP9 と戦うねところが好きなので、この40巻あたりがとっても好きなんですね。でも本当に全部好きです。最初の方に出てくるアーロン、ナミを倒すんじゃないナミを仲間に入れるためのアーロンと戦う話があると思うんですけど、本当にね話もねすごい大好きですごい感動しますよね。これだね、9巻だナミの話皆さんはワンピース見て泣きますか？私はもうすごい泣きます。一番最初に泣いたのは私はもう最初のエピソード1巻の1話から泣いたんですね。私はシャンクスのね腕がっていうルフィがね腕がって言ってシャンクス腕がないね、シーンから私はもう泣いたんですけど、そこからウソップが仲間になるシーンでも泣くし、サンジが長い間クソお世話になりました、このご恩は一生忘れませんっていうシーンも泣きますよね。このシーン皆さん泣きませんでしたか？ジャンプ全部に共通してるんだけど、仲間、勇気、諦めないとかね、そういうのが全部詰まってる上で、やっぱりワンピースは今の社会問題とかもすごく入ってると思うんですね、この話の中に。ただ単にルフィが海賊王になりたいから冒険をして
戦ってとかそういう話ではないじゃないですか。さすがにこんな長いんで。この間終わった和の国編だったら、あれも環境問題とかね、なんか川の汚染とか、そういうのもキーワードですよね。あとは、人身売買とかね、ほんと人種差別とか、紛争とか、あとは、子供が兵士になって戦わされるとか、あと気候問題もあるか。アラバスタの話はね、水不足、そういうのもあったりとかね。あとはワンピースの世界ってその、海賊、ルフィたち海賊、あとね、いろいろ海賊いっぱい出てきますけど、ともう一個は海軍がいますよね。海の警察、海軍もいますよね。もう一個は革命軍もいますよね。トップはルフィのお父さん、ドラゴンがトップですけど、ワンピースの話を理解する上で大事なのはね、海賊、海軍、革命軍のそれぞれ野望とか、目的とかあると思うんですけど、そこがね本当面白いなと思って、海軍だから全部が正しいってわけでもないし、でやっぱそういうのを間違った報道をする、ね、メディアとかすごい深い話なんかね、でも実際そうじゃないですか。そういうのがワンピースを読んでるとそういうところも深いし、ワンピースって本当冒険で、ルフィがねいろんな人を、海賊なのにいろんな人を助けてみんなから感謝されてね、本当すごいですよね。でもやっぱりルフィってね、やっぱこの海で一番自由なやつが海賊王だって言ってたと思うんですけど、やっぱその通りでね、ルフィもそうだし、あと他に不自由な人がいたらやっぱルフィは助けたいんですよね。で最後まで諦めないし、なんかワンピースを読んでて、みんな結構ボロボロになるじゃないですか。その中で私が一番読んでて痛かったのはやっぱウソップですね。アラバスタの時のウソップあるかな。なんかシーン私一番ウソップよく生きてるなって、これ絶対ウソップ死んじゃったかなって思ったんだけど、私は、一番好きなね、実はワンピースのキャラクターは、ゾロ、次がチョッパー、次がナミなんですけど、やっぱりねゾロはその最初にルフィの仲間になりますよね。ゾロねかっこいいけどちょっと方向音痴だったり、方向音痴っていうのは行きたい場所に行けない、方向感覚があんまりない方だったり、本当ね兄貴って感じですよね。みんなの兄貴って感じだし、なんかもうルフィの右腕っていう感じで、やっぱとってもね強くてかっこいいところが好きなので、ゾロが一番昔から大好きで、ナミは何があってもルフィを信じてるところ、やっぱそういう部分と、やっぱりナミの過去を見ちゃうとね、ナミって本当に強くて優しくて自分で全部背負って、でね村の人たちを助けるためにね自分が悪者になってね、一人で寂しく頑張ってたんだけど、そこでルフィがね助けてくれたっていうのがあって、本当にあとナミって子供好きじゃないですか。なんかそういうところとかもねやっぱりなんかナミって素敵だなって思って大好きなんですよね。もちろんロビンも大好きロビンってチョッパーが大好きなんですよ。だから好きですでチョッパーはね、もうねチョッパーはもう語るとちょっと止まらないんですけど、ほんとチョッパーも大好きで、ここにあるね冬島のこのチョッパーが仲間になったエピソードのこれ最後のね、めちゃくちゃ泣けますよね。だからこのフィギュアも大好きなんですけど、私一番好きなエピソードは冬島編とは言わないんだけど、アラバスタ編の中にあるんですけど、チョッパーが仲間になるシーン、チョッパーのエピソードオブチョッパーは映画にもなったんですよ。やっぱ話が素敵すぎるので、私はそれが大好きで DVD も持ってて、
なんかセリフを覚えるぐらい見てましたね。妹と2人で、妹もワンピース好きなんですけど、なんか2人でセリフめっちゃ覚えてました。それぐらい、チョッパーのエピソードは大好きで、ワンピースの映画といえば、皆さんワンピースの映画って見たことありますか？最後にあったのはあれか、フィルムレッドだったかな。やっぱりね、一番おすすめなのは、そうだ、ちなみに映画館でもらえるこの漫画たちも持ってきました薄いんだけどね、薄いんだけど、やっぱり一番おすすめはストロングワールドですよね。これかな、ストロングワールド。これネットフリックスにあるかな、ちょっと今あるかわかんないんですけど、チケットも入ってる。いつなんだろう。ちょっとワンピースの映画の話をすると、このストロングワールドからこの小田先生がストーリーを書いたんですよ。ストロングワールドの前の映画までは、小田先生は特に関わってなかったんですね。で、このストロングワールド以降の映画については、小田先生がストーリーを書いたり、あとは監修したりしました。なので本当すごい面白いんですけど、その中でもこのストロングワールドは、ワンピース好きな人で見たことない人はぜひ見てほしいなって思います。私も映画館でも見たし、ワンピースの映画って結構テレビでもやるので、テレビでも何回も見たし、ね、あとはネットフリックスとかでも見たかな。毎回すごい感動するのと、かっこいいですね、やっぱり。もうストロングワールドはね、一番最初からかっこいいんですよ。ブルックがめちゃくちゃかっこいいです、最初から。私が好きなナミがメインになってるかな。終わり方もすごい良かったし、やっぱこれはおすすめ。ストロングワールドはおすすめです。あとはやっぱりチョッパーのエピソードは、もうワンピース見たことない人が見ても面白いんじゃないかなと思うんだけど、映画版のエピソードオブチョッパーは漫画とちょっと違って、話は一緒なんですけど、ロビンとフランキーもいるんですよ、映画版は。でも全然自然な話、全然違和感なくて自然なので、ドクターヒルルクのね、名言、皆さんもワンピース見てる人ならわかると思うんだけど、全くいい人生だったっていうところやばいですよね。あとはワンピースで覚えておくべき単語は悪魔の実かな。ルフィはゴムの実を食べて、チョッパーは人の実を食べて、ロビンは花の実を食べてとか、悪魔の実を食べると泳げなくなっちゃうんですよね。海賊なのに大変でもよく考えますよね、そういうの皆さんは悪魔の実、なんか食べたい悪魔の実はありますか？私はやっぱりロビンの花の実はいいなって思いますね。泳げなくなるのはいいので、だってロビンの悪魔の実があったらなんか空も飛べるし、でもあんまり長い時間飛べないんだけどね、なんか遠いものとか取るときにめっちゃ楽ですよね、花の実ができれば強いし、そもそも麦わらの一味たちのそれぞれの夢ってわかりますか？やっぱり夢がテーマですよね。いろんなトピックはありますけど、ワンピースも夢っていうのは大きいなと思います。ジャンプの主人公はみんな夢がありますからね。ワンピース、ルフィは海賊王になることですよね。ゾロは世界一の大剣豪になること。ナミは世界中の海図を描くこと。で、ウソップは勇敢な海の戦士になること。サンジはオールブルーを見つけること。で、チョッパーも自分の目で世界を見るっていう夢もあるし、万能薬、何でも治せる薬っていう万能薬に自分はなりたいっていう夢もありますよね。で、ロビンの夢は
リオポーネグリフの謎を解き明かすこと。私なんで麦わらの一味の夢全員わかるのかっていうと、ワンピースの、キャラクターソングっていうのがあって、ファミリーっていう歌があるんですけど、すごいいい歌なのでぜひ聴いてほしいなと思うんですけど、そのファミリーっていうキャラクターソングでみんなそれぞれね、自分の夢を歌うんですけどその歌も何回も聴いたのでもう頭に入っちゃってます。あとね、フランキーの夢は、その自分が作った船で、ラフテルだから、海賊王を乗せることですよね、自分が作った船。あとブルックはラブーンに会うことですよね。ジンベエの夢がねちょっとわかんないんだよな。もうジンベエって何歳だろう。結構いろんな経験してると思うんだけど、なんだろうね、ジンベエの夢って。きっとルフィが海賊王になることなのかなとかわかんないんだけど。あと私が好きなエピソードはドレスローザ編もすごく好きで、ドフラミンゴの話ですね。あれも感動するシーンがたくさんあるかなと思います。ちょっとね今日は漫画持ってきてない、上にあるんですけど、後半の話はね上にあるんですけどね、あれもやっぱりドフラミンゴすごいひどいやつだっていう風に思いますけど、彼もね辛い過去があって、もともと天竜人だったのにお父さんが普通の人間の暮らしがしたいって言ってね、そう天竜人から一般階級の普通の人間になったところで、多くの人からね迫害をされてっていうね、ドフラミンゴも辛かったし弟はねコラソンですよね。私コラソンも大好きなんですけど、コラソンのこう泣きながらのね愛してるぜっていうシーンもいいですよね。やっぱあれもね泣けますよね。あとは私はやっぱり2年後、ルフィたち麦わらの一味がねそれぞれバラバラになって2年間修行してまた集まるじゃないですか、シャボンディ諸島で。そこの話も大好きで、みんなほんと明らか強くなって、でレイリーがね行ってこいっていう感じで、そこもね好きだからね持ってきたんですよこれだ。これさね、何巻 61巻、こんな感じで、このねルフィ、ゾロ、ナミが同じポーズでね、で、仲間が増えたっていうのが分かりますよね。でこの61巻でみんな集合するんですけど、2年後のね、もう本当にねこのシーンは大好きで、漫画でももちろんいいんですけど、シーンに関してはねやっぱりアニメがめちゃくちゃいいんですよ。みんなで行くぞ出航だっていうところで歌が流れるんですね。その時のオープニングのアニメの歌が流れて、そこがねすごいかっこいいんですよもし漫画しか見てない人いたら、あんまりいないかもしれないんだけど、アニメもね見てほしいなって思います。もうほんと個人的にはこの2年後みんなで集まる時になんかチョッパーがさ、偽物のゾロとかサンジとかロビンとか出てくるじゃないですか。チョッパーおバカだから偽物なのに分かってないところが可愛くてもうそのシーンも大好きですね。あとはやっぱりレイリーがもうちょっと涙ぐんじゃうシーンね、アニメでももちろんありますけど、このなんで2年間修行するかって、ルフィのお兄さん、義理のお兄さんのねエースが頂上戦争でエースと白ひげが亡くなっちゃった。で、ルフィは精神的にもおかしくなっちゃったんだけど、そこでねジンベエが失ったものばかり数えるな、お前がまだ持ってるものは何だって言って、そこで仲間がいるよって言ってね、
そこからみんなに、ルフィがバラバラな場所にいるみんなにメッセージを届けて、2年間、そう、本当は3日後にそれぞれ集合しようって言ってたのを、2年後にしたんですよね。2年後。みんなそれぞれ強くなって、また会おうって言って。いやー、本当エースのシーン、頂上戦争、その前インペルダウン編。で、そこでジンベエとね、出会いますけど、ルフィは。ちょうどね、多分ね、このルフィさんもらった時、それぐらいの時だったと思うんですけど、本誌っていうのはジャンプのことです。ジャンプでやった時ね。やっぱその時、もちろんワンピースってずっと人気で盛り上がってるけど、その時やっぱりすごい盛り上がってた記憶があります、ワンピースが。やっぱワンピースって人が亡くならないんですよ。基本的にはね。一巻からどんどん見ていってわかると思うんですけど、逆によく生きてるなって思うんですけど、それは漫画なんでね。ワンピースって人が亡くならないですね。その中でエースが亡くなってしまったっていうのはもう衝撃的でしたよね。あのシーンは話題だったし、なんか信じられない。いや、って言って生きてるんじゃないかみたいなのはずっと思ってたし、きっとみんなも思ってて、でもね、エースと白ひげのお墓が出ちゃったから、もう生きてないんだなっていうのが、亡くなったんだなっていうのは思いましたね。私あとね、好きなのはね、あれなんですよ。ルフィ、サボ、エースの幼少期の話。これ。このルフィ、サボ、エースのフィギュアもありますよ。持ってこよう。はい。このルフィ、ここにあるけど、杯。日常生活できっと一回も使わない言葉ですけど、ね、杯を交わしたら、兄弟だって言って、ね、この3人で、この3つのね、杯を交わすんですよね。サボが亡くなったと思ったら、まさかのドレスローザで。だから私ドレスローザ編大好きなんですけど、ね、すごいかっこよくなって、サボも。だからね、エースとまた再会してほしかったけど、でもエースの悪魔の実をサボが受け継いだから、そこも感動的ですよね。エースはメラメラの実。メラメラっていうのは、ちょっと日本語の先生になりますけど、メラメラっていうのは炎が燃えてる様子をメラメラって言うんですよ。だからメラメラの実。ちなみに、エースは赤犬に負けたじゃないですか。赤犬の悪魔の実はマグマグの実って言ってマグマなんです。だから、炎とマグマだったらマグマの方が強いので、エースは勝てないんですよね。その悪魔の実の力だったら。負けちゃいましたけども、ちょっともう長くなるので、もうそろそろこの動画も終わりにしようかなと思うんですけど、はい、ちょっとまとまらない話でほんと好き放題話しちゃって分かりづらかったと思うんですけど、なんかワンピースに関する質問はいつでも何でも聞いてください。日本語の勉強になったら嬉しいし、もしこれを見てワンピース見たいなと思って見てくれる人いたら、それもすごい嬉しいなって思います。ワンピースまだ続いてますけど、終わりに向かってるので、今からならきっとまだ間に合うし、みんなでね、ルフィが海賊王になるところで、ワンピースって何なのかっていうのが、このワンピース一つなぎの大秘宝ですね。一つなぎの大秘宝を手に入れたものが、海賊王になれるっていうことで、だからそれが私も本当ずっとワンピースを追ってずっと生きてきてね、ワンピースが終わっちゃったらって考えるのは怖いんですけど、本当に多分これ以上の、作品には出会えないし、きっと出てこないとは思います。こんなにすごい作品っていうのは、こんなにね、世界中でも人気だし、やっぱり話が本当すごいんですよ。全部ずっと面白い。111巻ずっと面白い。なんかね、よく言われてるのは空島編っていうのがあるんですね。アラバスタ編の後かな。それがね、結構そこでワンピースを見なくなっちゃう人、そこがあんまり面白くないって言われてるんですよ、空島編。
なのでもし見てる人で空島編があんまり面白くないなと思ったら、きっと一般的な感覚なのかもしれない。でも私は空島編も大好きです。チョッパーがね頑張ってるシーンがあるので、可愛くて面白いということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと本当にフリートークでしたぜひまた、JLPT の動画出していきますので、また見てくれたら嬉しいです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。